皆様、本日はですね、こちらの鶏胸肉を使って簡単おつまみの鶏胸ユッケ作っていきたいと思います。はい。で、味付けはね、以前作った無限もやしと同じ感じの美味しいユッケの味になるんだけども、今回はちゃんとお肉を使おうかなと。使うのは胸肉です。ちょっとね、量が多くなっちゃうと、レンチンの時間とかもあるので、とりあえずまずは鶏胸肉1枚ですね。これ、グラムで言ったら 330g です。こちらの鶏胸肉でやっていきます。はい。じゃあまずちょっとね、皮は今回取っちゃいます。はい。皮は取って、で、この状態のままね、チンしてじっくり時間かけるのもいいんだけど、ちょっと時短にもなるので、こちらの鶏胸肉をまず細かくカットします。まずちょっと開いて、あんまり分厚くてもあれなんで、切った後どうせまた裂くんで、今回は時間の短縮ですね。電子レンジの。はい。厚さ半分にしたら、こちらをちょっとカットしていきます。加熱ムラがないように、だいたいね、均等な厚さにしてあげとけば、今回火使わないんでね、電子レンジで調理するので、もしまだ分厚いのがあったら、そこさらに縦半分に切って、短冊状にカットしてあげるっていう感じですね。こんなもんかな。はい。そしたらジップロック、こちらジップロックコンテナですに胸肉とかを全部入れて、そしたらこちらの胸肉に軽く下味と、あとチンするときに水分が飛びすぎないように、胸肉にお塩を少々、あんまり入れすぎないでいいです。お砂糖を小さじ1杯ほど、お酒こちら大さじ1杯、ちょっとこれ小さじなんでこれ3つ分ですね。回し入れて、ちょっと今軽くこれで揉み込んでおきます。で、最後ここに片栗粉を小さじ1杯ほど。で、これ入れることで、水分がね、鶏肉から逃げづらくなるので、しっとりと仕上がります。チンするときとかね。で、こちらも最後ちょっと混ぜ合わして、じゃあこの状態でちょっと10分ほど放置してなじませておきます。そしたら、今回一緒にね、きゅうりも合わせようと思ってるので、千切りにしてほしいんだけど、包丁で切ってもいいし、僕はね、この千切りにできるやつがあるので、こういうので、もう千切りにして、ちょっと回しながらやってあげたら、長さも均一になって、いい感じです。一つこれくらいのね、千切りのきゅうりを作っていきたいと思います。量的にもきゅうり1本分で大丈夫だと思うので、残りはじゃあちょっとしゅんちゃんにお願いします。では、10分ほど置いた鶏胸肉を再度もう一回混ぜ合わして、はい、そしたら、蓋。こちらを、きちんとカチッとするんじゃなくて、軽くかぶせるぐらいで、こちら500ワットで3分間チンします。では、まず3分間やったら、この状態で混ぜ合わせてください。ちょっと、ね、真ん中で混ざってる部分がまだ多分ピンクのはずなんで、ちょっと混ぜ合わせて、で、下にね、沈んでた部分を上に持ち上げていく感じですね。で、こんな感じでまだ若干ピンクの部分があると思うんだけど、そしたら再度また、ふんわりと蓋をして、これでもう1分30秒ほど再加熱します。では、こんな感じですね。全部終わったら。でも大体ほぼほぼ火は入ってるとは思うんだけど、ちょっとくっついてるところ外してあげて、でね、表面上は今完全に火が入ってるようには見えるんだけど、もしかしたらね、まだ中の方が若干ピンクの可能性はあるので、もしね、この状態で、お使いの電子レンジにはよると思うんだけど、まだ若干結構ピンクが残ってるなって時は、また30秒ぐらい追加で加熱してあげたら、ちゃんとね、火は通ると思うので、基本的に見た感じこれくらい、きちんと加熱されてるなって状態になるまで、チンはしてあげてください。で、こうなったら、あとは蓋をして、余熱で火を通すだけです。で、余熱で火を通すんだけど、最終的にこれ冷めた鶏肉を今回は使うので、もうこの状態であとは冷めるまで放置しておけば、いつでも使える状態になると思います。じゃあちょっと冷めるまで放置します。ではこちら、10分ほど放置しました。でも、手で全然触れるぐらいで余熱できちんと火が入っていると思うので、そしたらこちらの胸肉を結構細かく裂いちゃいます。味付けもこの中でするので、細かめに指でね、どんどん繊維に沿って剥いていく感じ。結構綺麗に縦にどんどん裂けていくと思うので、
これくらいですね。これくらいになるまでしっかりと裂いてあげてください。では結構ねしっかりめにほぐしたやつですねに味付けしていきます。まずお醤油を大さじ1、はい、醤油大さじ1にごま油大さじ2、ごま油はたっぷりね。にんにくこちら大さじ1/2ほどチューブでいきますね今日は。はい、にんにくここに結構しっかり入ってるように見えるんだけど、結局きゅうりも和えるので結構野菜の水分が入るのでちょうどいいぐらいですね。あと今回はおつまみとかね、ほんとご飯にちょうどのせて美味しいぐらいにしたいので。でコチュジャン大さじ1/2、にんにくコチュジャンは大さじ1/2で、生姜は小さじ1杯ほどですね。大さじ1/3ですね。だからはい生姜、あごだしですね、こちらを小さじ1杯分。これ結構味が濃いんで少量で。で鶏肉にねしっかり塩味はつけてるのと、あと醤油も入ってるんで塩分は大丈夫だと思うので、胡椒だけ軽く入れて、最後ね上からブラックペッパーちょっとかけてほしいんだけど、一応中にも軽く黒胡椒と味の素、こちら12345振りぐらいかな。これだけ全部入れたら、まずこのお肉だけで混ぜます。できゅうりは下に添えてもいいんだけど、僕は今回も混ぜ込もうと思います。一緒に食べようかなと。はい、じゃあこんな感じになったら、こちらしゅんちゃんにねやってもらってたきゅうり1本分ですね。でしっかり水気は切ってます。こちらをもう入れちゃいます。中にこうたっぷりめのきゅうりだけど、まあこれでちょうどいいぐらいだと思うので、中の胸肉と多分入れてたらちょっと水分がきゅうりから出てきてへにゃってなって、結構しっかりめに味付けしたやつもちょうどいい塩梅に混ざると思うので。はい、じゃあちょっとこれで一回味見してみます。はい、もう味見したら完璧でした。でそしたら最後こちら盛り付けて、上にごまと卵黄であと黒胡椒をね仕上げにかけたら完成なので、今回の鶏むねのユッケ完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。まずは乾杯をしましょうか。そうだねはい乾杯。乾杯。あーギンギン。はい、じゃあさいただこうと思うんですけど、まずねこちらが完成形で、サムネどっちの物撮りでも映ってるようにすっごい綺麗なやつね。はい、はい、完璧なやつで、しゅんちゃんの方これやばくない？今これやばくない？ほら少な。じゃあもうねやっぱサムネの関係で、まあ、今回のねタレの分量を見ていただいた通り、やっぱ材料の量によってやっぱタレをこうちゃんがちゃんと変えてくれてるんで、ねサムネをやったら残りこうなっちゃうんだよね。 1.5 人前と半人前みたいになっちゃってるから、なんかあれだよね、その期待して頼んでメニュー見てこれだったのがこれが来たみたいなまあでも味わいしたからね。そう半分かしよう、半分かしよう。じゃあいただきます。いただきます。もう黄身をまず割って、で俺これは絶対ご飯に合うと思うんだよ。だからとりあえずご飯とも食べたいんだけど、まずはね、はい、いただきます。うますぎ。これですよ。うまっ。もう鶏むね肉と思えないぐらいめちゃくちゃしっとり柔らかです。やばいよね。もう美味しい。いい？はい。じゃあお米にのせていただきます。これはたまらない。前回これがなかったんだよね。うまい。俺ちょっと酒も半分もらっちゃってるけど、黄身がさ割合がね、黄身の割合が多すぎるよね。俺もちょっとじゃあ混ぜて。もうさこれ見て。で多分サムネ見ていただいてる状態でもうどれぐらいしっとりしてるのか分かるぐらい多分アップになってると思うんですけど、本当に超絶しっとり。パサつきは全くない。
あーうまい。本当にうまい。もう酒のおつまみにも最高だね。そしてもこの味付けにしとけば外れはないから、まあ、あとは食感だね、パサついちゃったら台無しだから、そこだけが本当に重要な一番のポイントだと思うんで、本当にうまい。うまっ。あとやっぱ胡椒たっぷりね。で初めからきゅうり混ぜてるけど、このシャキシャキ感アクセントになってめっちゃいい。めっちゃうまい。こっちはもうなくなる。これもないよ、米もないよ最後と全部かけたお。じゃあ俺も最後一口だから囲んじゃっていい？いただきます。いやこれほんと最後に残ってる黄身とのさスープの部分がね、そこをご飯にかけても美味しいぐらいめっちゃ出汁出てんだよね。うまかったよ本当にその通り本当その通り。うまい。うまい。ということで本日はですね、火を使わずに、とっても簡単にできる、鶏むねユッケだね、はい、こうちゃんに作っていただいたんですけども、前回作っていただいたその無限もやしユッケ、あれもねすごく大好評なんですけども、やっぱお肉が入ってるんで食べ応えも抜群だし、鶏むね肉なのでダイエットにもすごくいいということで、ご飯にも食べられてとってもいいと思います。低糖質、高タンパクね。そうそうそう、本当にいいと思う。本日はね以上になります。とっても美味しいのでぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。